こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、この企画を開始して21.5ヶ月ほどで、いよいよ最終話を迎えることになりました。まずはここまで視聴していただいた方々に、そして様々な形で応援していただいた方々に、深く御礼申し上げます。食べ散らかしながら話すことかしらね。プレイ中の私はプレイのことしか考えてないので、そこはご容赦いただければと思います。正直、独力では乗り切るのは難しかったと思います。本当にありがとうございました。この企画は、前々作や前作とは異なり、地上企画かつ建築の初挑戦という不安で、縛りや目標を緩めに設定していました。まあデバッグ画面禁止や村人関係くらいだったわね。それで楽になると思いきや、逆にきつかったです。まあなんというか、高難易度縛りやギリギリ感のある到達目標のような、切迫したものがないと、やっぱりモチベーションが上がりにくいです。つまり、きつくしないとよりきつくなるのね。振り返ると全体的に、個別の建築材の収集のハードルを高める工夫をしています。素直にハードコアでプレイしていたら、そういうややこしいことをせず、楽だったかもしれません。一度死んだだけだったものね。さて前回は、ドロップ率がなぜか低下した、最後のウィザスケ頭を無事にゲットし、ウィザーの第3回戦に挑みました。おとり役のアイアンゴーレムが私のウィザー戦を干渉してきて、ウィザー戦を干渉する羽目になりましたが、まあ干渉できてよかったです。干渉に浸っていたじゃないの。まだ4戦目が残っていたので気持ちの切り替えが早かったです。なおこの決戦場のサバンナ大地は、ピラミッドの第一層に積んだアカシアを伐採した場所なんですが、先ほどの話を踏まえると、伐採は平地で行う方が楽であり、そしてきついんです。ややこしいわよ。まあおかげで、ピラミッドの最初と最後の建築材の材料集めが、同じ場所になりました。さて、何事もなかったかのように最終決戦です。とはいえど、ウィザー型の動物を追いかけなかった時点で、楽勝の結果が見えているんですよね。減ったハートは3つだけです。ウィザー効果はビーコンによる回復力が完全に打ち消します。これなら2体同時召喚でも余裕ありそうね。そういえば、ネザースターが爆発で吹き飛ばないのは知らなかったです。ご指摘ありがとうございました。そしてウィザー戦で使ったビーコンセットを回収し、ウィザー戦前にサバンナ大地から避難させた豚の無事を確認し、拠点に戻り、最後の最後で役に立たなかったビーコンも回収します。ラバたちはどうするの？もう自由にしてあげる頃合いです。さて、一度はやってみたかった、ビーコンまとめてクラフトが終われば、すべての建築材の準備が完了です。最後の建築ターンね。地図は念のため、すべて更新し直すので全部持っていきます。では、建築ターンです。現時点のピラミッドは159層までで、工事進捗は 99.9%。あと5層積んだら 100% です。立方体換算での建築材の総数は、10万トンで7584ブロックとなります。ついにこれで終わるのね。さて、この企画では最も収集に苦戦し、かつ、幸運3収穫を知ってから最も価値が下落したエメラルドブロックです。それにしても、昔はダイヤのクワはネタだったのに、時代は変わったものです。今では新要素の進捗に現れるほどの出世ぶりね。次はその柔らかさのために、ビーコン使いの私の中で評価が急上昇している金ブロックです。もともと主食が金のテリーと相性がいいわね。で、次は鉄です。何か言いなさいよ。そして規格が変わるたびに、収集量が少なくなるダイヤブロックです。次にピラミッド作るなら、ビーコンを上から2層目に引きずり下ろすわね。
色付きガラスがちょうど16色であることが、無言の圧力です。そして、企画目標達成です。長かったわね。ちなみに、地上なんてなかった企画のプレイ時間に2時間及ばず、240時間で達成となりました。さて4ビーコンの効果を受けつつ、ピラミッド表面の湧き潰し状況を確認します。これは私のこだわりの一つで、ピラミッドの裏側にしか松明を設置していません。で、走り回ってみたところ、無事に湧き潰しできているようです。計算通りだったわね。夜のうちに地図更新してしまいます。ちなみにてっぺんを4ビーコンにしたおかげで、ピラミッドの中央にいてもビーコンの光の外にいられます。霧で消えかけていますが理論上、この位置からなら全てのブロックが一望できているんです。さて、ピラミッド拠点に戻ってきました。もはやこの拠点で行うべきことは地図の干渉だけです。ようやくこの絵も完成したわね。ここで少しだけ裏話をしますと、巨大建造物への憧れは、マイクラを始めた頃からずっと秘めていました。ところが、どの建造物を考えても、完成までプレイしきる自信が出てきません。長年思いつかなかったんですよね。まあテリーは整地すら苦手だものね。なので前作の高さ縛りの終了間際に、この企画をひらめいた時、もうこれしかないと。実現できてほんと良かったです。やばい、シャレにならないです。ラバたちを放し飼いにしたのは私の責任で、危うくとんでもなく、後味悪い終わり方になるところでした。というわけで、ホッパー付きトロッコの運行再開です。というより、連れ戻したのね。さて、最後のおまけ目標にかかります。一度は没にした闇の村化計画は、廃村化が達成できたので復活しました。どうでもいいけど、村人が軽く死ねるけど後味悪くならないの？それは大丈夫です。私が守る村の住民でない村人が、ゾンビに襲われるのはごくごく普通の自然のことですから。まあでも、手の届く範囲のはぐれ村人は、守れる時には守ります。目的はゾンビ肉でしょうに。そんなことは決して絶対ありません。正義感で体が動いてしまうだけです。そして、クリーパー4体撃破しつつ、ようやくここまで松明を除去しました。無事に闇の村の称号が復活です。さて、モブの隙をついて突入します。ピラミッド企画最後の、内側からの夜の鑑賞会です。ちなみに以前、お話ししたことがありましたが、モブの観察は割と私の思考に合致してしまうんです。そういえば、敵対モブが眺められる箱庭のある自宅が欲しいとか言っていたわね。多分私が自然が好きであることが影響しているのでしょうね。マイクラという自然界の中で、野生に生きるモブたちの姿を見ると、ほのぼのします。ただし、安全なところからに限るのよね。さて、本格的に夜になりました。ピラミッドの内側に並べられた松明が、ピラミッドを照らしています。夜には雲が黒くなるんですね。今まで意識したことがなかったです。そろそろ、鑑賞会も終わりが近づいてきたかしらね。今後の予定をお話しします。ピラミッド企画完結後は、息抜き企画を目標の半分までこなして失踪し、そして新バージョンで新企画を開始する予定です。新企画は検証系息抜きと、高難易度企画の2本並行連載にしようと思っていますが、内容はまだ詰め切れておらず、今のところは進捗絡みが有力です。結局進捗なのね。というか、進捗システムってひょっとして世界が変わるのではないかと思っていて、今私の中で最も注目しています。シュルカーどころではないです。なお、この企画の総集編は、ノーカット建築ターンの映像に、企画振り返りを被せる形になりそうです。収録データ加工をコツコツ進めています。さて、身近にピラミッドがある生活はぼちぼち終了です。最後の最後にやり残しを片付けて、おしまいにしようと思います。今後も色々挑戦していこうと思います。
では、ご視聴ありがとうございました。これで終わりね。バイバイ。またね。